皆さんこんにちは。ジャパニーズポッドキャスト with 花へお越しくださりありがとうございます。このポッドキャストは日本語を勉強中の方へ向けたポッドキャストで、日本の文化やニュース、また私の個人的な体験だったり経験など、様々なことを日本語でお送りしています。皆さん元気にお過ごしでしょうか？今回は日本の住宅事情、日本のお家についてお話ししていきます。今後日本に住みたい方、または今日本に住んでいる方、その他にも単に日本の暮らしに興味があるだったり、日本の住宅市場、日本の家はどんな感じ？どうやって家を借りるの？日本の家はどのぐらいなの？家賃だったり家を買うときにどのぐらいお金がかかるかなど、そういったいろいろ日本独特のシステムだったり、日本が抱える問題など、そういったこともたくさんあるので、今回はそれも含めてお話ししていきます。ではまず、日本にはどんなタイプの家があるのってことなんですけど、これが英語とか他の言語と少し紛らわしいなと思うので、簡単に説明していきます。まず日本の住宅には大きく分けて、戸建てと集合住宅、アパートとかマンションとか、この2つに分かれるかなと思います。戸建てっていうのは、いわゆる一軒家、お家、一つのお家が建っているもの、そういったものが戸建てと言います。これは郊外だったり、地方とか田舎によくあるお家です。この戸建てを1階しかない場合、何回もフロアがない場合、1階しかなかったら平屋と言います。そして2階あったら2階建て、3階だったら3階建てのように言います。その次にアパートと呼ばれるものがあります。日本でいうアパートは2階とか3階建てのものが多くて、比較的家賃も安いものが多めです。なのでアパートに住んでいるっていうと、その建物自体も小さくて低くて、その一つのアパートに住んでいる人も少ない、部屋の数も少ないもの、そういったものがアパートになります。そしてその次にマンションというものがあります。英語でマンションと聞くと、なんかめっちゃ豪邸みたいな、すっごい大きい家みたいな、そういったイメージがあるかもしれませんが、日本のマンションっていうのは海外でいういわゆるアパートです。鉄筋コンクリートでできている集合住宅、10階建て、20階建て、30階建てみたいな感じで、本当に高い、そういったものもあります。またこのマンションは、30階とかに住むと家賃がもちろん高くて、10階とかだったらそんなに高くないかなみたいな。立地によってどこにあるかとかによって値段が大きく変わってくるものになります。そして30階建てとか40階建てとかあるかわかんないんですけど、そういったとっても高い高層ビル並みのマンションはタワーマンションと言います。これを略してタワーマンと言います。そしてこのタワーマンと呼ばれるものは、借りるにも買うにも本当に高いものが多いです。タワーマンっていうのは、東京の中心だったり大阪でもその中心部にたくさんあるので、家賃が高いのはもちろんなんですけど、それでもめっちゃ高いなって思うことが多いです。あとは団地というものもあります。これも集合住宅なんですが、公営や民間の集合住宅で、1960年代とか70年代、そのぐらいに多く建てられました。なので、こういった団地と呼ばれる家は結構古いものが多いです。あとそこに住んでいる方々も、その若い方がいっぱい住んでいるっていうよりかは、年を重ねた方、そういった方が住んでいるイメージがあります。そしてあとは、シェアハウスとかもあるかなと思います。一つの家、一つの部屋に何人もみんなで住むっていうシェアハウス、これもあります。その友達と一緒に住むみたいなシェアハウス、元から知っている人と一緒に部屋を借りて住むっていうのは元からあるかもしれないんですけど、シェアハウスとして貸し出された家、知らない人と住むっていうことが前提で貸し出されている家は昔は多くなかったと思います。ですが最近は増え始めて、
例えばちょっと田舎に数ヶ月住みたいみたいなノマド的な生活をしたり、そういった方も昔よりは多いので、その需要に合わせてシェアハウスも増えていったと思います。そしてシェアハウスだと家賃も比較的抑えれるかなと思います。一人で暮らすよりは大きな家に住めて、でも家賃はそこまで高くないみたいな、そういった場所も多いかなと思います。あと先ほども言ったんですが、タワマンっていうのは本当に都会、東京とかに行けばもういくらでもあります。めちゃめちゃ多いです。ですが、少し郊外とか田舎の方に行けば、そういったマンションは少なくて、戸建ての家がたくさんあります。これが日本にある家の種類です。次に、日本の家の特徴をお話ししていきます。一つ目の特徴は家が狭いということです。もちろんお金があれば広い家に住むこともできるし、広い家がないっていうわけではないんですが、平均的に見ると、特に一人暮らしの場合の家は本当に狭いです。机とベッドを置いたらもうスペースないみたいな、そういった狭い家が多いです。特に東京とか人がたくさん住んでいるような都会にはワンルームマンションって言って、部屋が本当に一つしかない、そういったマンションが多いんですが、そういった家は本当に狭いです。あと例えば日本の戸建て、日本の家は庭があるっていうのも本当にレアだし、プールもないし、部屋の数も少ないし、リビングとかもめっちゃ狭いしみたいな感じで、日本のお家は狭いことが特徴かなって思います。そしてもう一つの特徴は、日本の住宅は築年数が短いことです。築年数っていうのは、家を建ててから新しい家を作りましたってなってからどのぐらい、年月が過ぎているかってことなんですけど、一般的には20年とか30年ぐらい経てばもうその家は古いと考えられていて、建て替えだったりリフォームしたり、そういったことが一般的です。日本の住宅の耐用年数は約30年と言われています。そして古くなった家には資産価値がないとみなされています。なので例えば家を買ってそのローンを払い切って自分のものになったら、自分は資産があるって思うかもしれないんですけど、日本ではその家自体、建物自体にその価値がつくことってほとんどなくて、新しかったらもちろんいいんですけど、古くなれば価値はゼロ。その土地代、自分の持っているランド、土地だけがその価値とみなされることが多いです。なのでその家を持ってるから資産がめっちゃあるっていうわけでもないです。もちろん場所とか広さとかによるんですけど、必ずしもその家を持ってるイコール資産があるみたいな感じではないです。その持っているもの自体に価値がないとみなされることがよくあります。そして家を買うってなっても、古い家を買うってあんまり聞かないです。古い家を買う場合は絶対にリフォームする。それも壁をちょっと塗り替えるとかではなく、もう完全に一からリフォームするみたいなのが多いかなと思います。家を買ったって聞くと、新しく建てられた家を買ったか、土地を買ってそこに新しい家を建てるっていうのが多いかなと思います。そして築年数が短いことの特徴で、日本は地震がとっても多い国です。なので昔の古い家だと地震によって崩れてしまうということもあります。なので常に新しく地震に耐えれるような家を作る必要があります。こういったこともあって、日本の家は新しいイコール価値がある、古いイコール価値がないみたいな感じに捉えられます。一応法律で決まっていることもあって、1981年以降に建てられた建物は震度6以上の地震に耐えられる構造になっています。震度6以上の地震に耐えられる構造でないといけないっていうのが、日本の法律です。震度6以上ってどのくらいって思う方もいるかもしれませんが、普通にしていれば立つことはできないです。震度6で立っていることは難しくて、例えば冷蔵庫とかそういった大きい家具でも固定されていないともうバタンって倒れてくる。それぐらい大きな地震です。
それぐらい大きな地震なんですが、新しく建てられた家はその基準を満たす必要があります。そして2000年によりその法律が厳しくなったというか、耐震基準、地震に耐えられるように新たな法律ができたというか改正されたので、新しい家だと地震で崩れるみたいな心配はないかと思います。その自分の家が建っている地面がバキって割れたらもうどうしようもできないですけど、地面の上に建っている家自体が崩れることはないかなと思います。なのでその新しい方が地震にも強いっていうのがあって、古い家はその価値を見出すのは難しいかなと思います。昔ながらの古民家とか建築が残っているっていう部分には本当に世界遺産になるような価値を見出される場合もあるんですけど、普通に一般的に人が住んでいるような家だと、古くなったら30年とか経ったらリフォームしたり建て替えたりっていうのが多いかなと思います。では次に、大阪とか東京のそういった都会の場所で家を借りる場合、どのぐらいお金を払わないといけないのかっていう家賃相場についてお話ししようと思います。東京の23区と呼ばれる一番中心地では、ワンルーム、部屋が一つしかない、そういったお部屋を借りるにはだいたい7万円から10万円とか11、2万円あれば借りられます。もちろんその東京の中でも場所によって値段は結構変わってきますが、最低でも7万円ぐらいは必要かなと思います。そして 1LDK って言って一つ仕切れるお部屋があって、リビング、キッチン、ダイニングっていうのがちゃんとついている、そういったお部屋の場合は15万円ぐらいはするかなと思います。そして大阪市の場合はワンルームマンションはだいたい5万円から8万円ぐらい。そして 1LDK のマンションだと8万円から15万円ぐらい。これが相場、平均の値段になります。これを聞いて高っと思った方も安っと思った方もいるかもしれませんが、とにかくそのワンルームっていうのはめちゃめちゃ狭いです。ベッド置いて机置いたらもう余るスペースってあんまりない、それぐらいのサイズのものが多いです。でも学生とか若い方、社会人になったばっかりの方、まだお金があまりないっていう方はこのワンルームマンションに住んでいる場合が多いです。その狭い家でだいたい大阪だと5万から8万、東京だと7万から12万ぐらいします。では次に家を買う場合、戸建ての家を買う場合の相場なんですが、東京のその真ん中、中心部で家を買おうと思ったら、7000万円から1億円以上、これぐらいが相場になります。でも東京の郊外、ちょっと中心地から離れると、だいたい3500万円から6000万円ぐらい。この幅で家を買うことができます。もちろん高いものはもういくらでも高いので、その上限はないんですけど、安いお家だと3500万円とか4000万円ぐらいから買うことができます。そして大阪市内でもだいたい4000万円ぐらいからあるかなと思います。高いものは1億円でも何円でもあるんですけど、最低限必要なお金はだいたい4000万円ぐらいです。もちろん、日本でも地方の方とかめっちゃ田舎に行くと安くはないですよね。もちろん家を買うのは。でもその東京に比べると安いものが多いかなと思います。2000万円とか3000万円ぐらいでお家を買えます。また先ほど話したタワーマンション、タワーマンと呼ばれるものもあるんですが、このタワーマンを買いたいっていう場合だと、東京だったら7000万円とか1億円ぐらいするのもあります。大阪でもだいたい6000万円とかそのぐらいは必要かなと思います。そして上を見ればもうキリがなくて1億円、2億円とかっていうタワーマンションもたくさんあります。そして家を買う場合、もちろんみんながこれだけお金を持っていてすぐ払えますっていうわけじゃないですよね。なのでそういった場合は銀行でお金を借りて毎月少しずつ返済していく。
このような形でお金を借りて家を買います。この毎月返済していくのもだいたい20年とか30年ローンみたいな感じで、もう何十年単位でお金を少しずつ払っていく方が多いと思います。これも毎月1万円とかではなく、毎月5万円、毎月10万円みたいな感じで、結構大金がお財布から流れていくことになるので、もうマジでどうやってみんな家とか買ってるんってちょっと思ったりもします。そして次に日本で家を借りる場合、多くの方は特に若い場合、まだ家を買わない、家を買うつもりもないっていう方は借りますよね。住む家は必要なので。日本にはこの家を借りる場合独特なシステムがあります。まず必要なお金、家賃ですよね。家賃は毎月何円払わないといけないっていう家を借りるためのお金です。なので家賃が10万円なら毎月10万円払わないといけない。このお金が家賃です。これはもう当たり前ですよね。そして次に敷金というものがあります。敷金っていうのは、いわゆるデポジット、保証金です。他の国でもよくあるかなと思います。この敷金も借りる家によって値段は違って、だいたい家賃の1ヶ月分から2ヶ月分ほど、そのぐらい払わないといけません。なので自分の借りた家が10万円だとすると、最初はそのぐらい敷金を合わせた大金を払わないといけないです。なので家を借りるっていうのも本当に簡単じゃないですよね。こういったのを考えてみれば。こんな感じで、この敷金っていうのは返ってくるものになります。退去時、この家をもう出るってなった時に返ってくるお金です。ですが、ここから家のクリーニング代とかそういったものが引かれて返ってきます。なので全額返ってくるってことはあまりないかと思います。そして例えば借りた家を壊してしまったりとか、めっちゃ汚してる、クリーニング代めっちゃかかったみたいな場合だと、お金がたくさん引かれてあまり敷金が戻ってこないみたいな場合もあります。そしてこれもトラブルに発展しやすいものかなと思うんですけど、例えば自分が入居した時、家を借り始めた時にあった傷とか汚れみたいな、元からあったっていうものも退去時にその借りた本人がやったことと思われて、お金を大量に引かれるみたいなこととか、そういったトラブルがあります。なので家を借りたその初日に一旦その家を見渡して、傷がないかとか汚れがないかとか、何かすでに故障しているものはないかみたいな、そういったのをちゃんと確認して、写真とか証拠に残しておいてっていうのもめっちゃ大事だなって思います。あとはその契約書とかをちゃんと確認して、自分に不利がないようにしておかないといけないなって思います。そして次に礼金というものがあります。これが日本独特の制度かなって思います。これは昔、もう何十年も前とか100年以上前とか、いつから始まったかは定かではないんですが、その当時昔は都市部、東京の中心とかでは家があまりなくて、その家を借りたくても借りられないっていうことがありました。なのでその借りた人は住まわせてくれてありがとう、貸してくれてありがとうっていう気持ちを込めて、大家さんに感謝の気持ちとして渡したっていうのが始まりとされています。なので家賃払ってたらいいじゃんって普通は思うかもしれないんですけど、この礼金っていう返ってこないリターンはないお金を大家さんに払う、家を貸してくれてありがとうっていうそういった気持ちを込めて払う礼金というものがあります。これは最近はないとこも多いです。礼金を払わなくていいよ、礼金はないよっていう家もたくさんあるんですけど、特に東京ではこの習慣がまだまだ多いので、家を借りるとき家賃を最初に払って、敷金も払って、そして礼金も払うっていう、もうめっちゃ大金が必要になってきます。なので本当に簡単じゃないですよね。家を買うのも難しいし、借りるのだってめっちゃお金いるし、もうどうしたらええねんみたいな、そういったのが特に若い、まだ給料もそんなに高くない人の本音かなって思います。では最後に日本の住宅問題、日本が抱える問題についてお話ししていきます。まず一つ、これは結構有名かなと思ったりもするんですが、日本には空き家と呼ばれる使われていない、誰も住んでいない家が
たくさんあります。その数が900万といって900万個の家が空き家です。誰も住んでいない家です。これが本当に問題となっています。日本は高齢化も進んでって、その高齢の方が亡くなった時、その家にはもう誰も住んでいない。でも誰も借りてくれる人もいないし、家を壊すのにもお金がかかるので、もうそのまま放置みたいな、そういった家が本当にたくさんあります。これが今ではめちゃめちゃ問題です。そしてこの問題を解決するために、そういった空き家を使ってなんかビジネスをしたり、空き家をちょっとシェアハウスみたいな風に改造して若者を呼んできたりとか、そういったいろんな対策もあるんですけど、これは今後日本が高齢化社会なので増え続ける問題かなって私は思っています。あともう一つ問題は、都市部の住宅価格高騰です。東京だったりそういった都市部ではどんどんお家の値段が高くなっています。なのでその若い世代は本当に給料も上がらないし、家も高いし、もう今後マジでどうしたらねん状態みたいな感じになっているかなと思います。東京のそういったタワマンっていうのはどんどん値段が上がっていて、これもバブルって言われたりもしてますが、私は別にそこに詳しいわけではないので、今後どうなっていくかは分かりませんが、値段が上がってるのは事実です。それと伴って日本の経済とか日本人の給料とかそういったのも上がってればいいんですけど、給料が上がってないのでそれが問題ですよね。こういった感じで日本の住宅事情は問題もありつつユニークさもありつつといった感じです。今回は日本のお家、日本の住宅事情についてお話ししました。いかがでしたか？日本の家はなんか謎のルールあるじゃんみたいな感じで思った方もいるかもしれないし、意外と私の国と似てるなとか、全然安いじゃん日本の家って思った方もいるかもしれません。そして日本に来て日本のマンションとかアパートに住んでみたら、狭って思う方もたくさんいると思います。これが日本の住宅事情、日本の一般的なお家だと思うので、もう広さはもうお金をいっぱい稼いで広い家を借りるしかないんですけど、そうやったとしても平均的には狭いのが日本の家かなと思います。皆さんはどうですか？自分で家を買いたいとかマンションを買いたいとか思ったりしますか？私は正直に家を買いたいとかは今は全然思ってないです。若いうちはとか元気がまだ全然いっぱいある時は刺激があっていろんな人もいてっていう都会に住みたいなって思うんですけど、絶対に年を重ねるとちょっと田舎とか郊外でガヤガヤしすぎてないとこに住みたいなって思うので、そんなね若い時から家を買ってとか一個の場所に住むって決めるのは私にはできないなって思ったりもします。今回はここまでになります。最後まで聞いてくださりありがとうございました。ではまた次回のポッドキャストでお会いしましょう。それでは。